電気住職三木田祐です。本日も怪談説法を始めさせていただきます。最近ですね、少子化問題が日本では大きく取り上げられてますけれども、老人が増えていって若い方が少なくなる。もうこれはもうだんだん先が見えてきてますね。ですから私たちも、年を取ってからどうしようかな。もう今もまあまあな年ですけれども、もっと、高齢になったら私もどうしようかななんていろいろなことを考えますけれども、現時点でですね、すでにもう老老介護ということが言われてますね。で、老人が老人の面倒を見なくちゃいけない。これも大変なことだなと思って何か方策はないかなと私なりにもいろいろと考えてはいるんですけれども、今回はですね、そんな老老介護の方の、お話をさせていただきます。もうこのお話はですね、今から10年以上前のお話になるんですけれども、私のお寺の檀家さんというわけではなく、近くにお住まいの、老夫婦のお話なんですけれども、この老夫婦の方がですね、おじい様がおられて、ご主人ですね。このご主人が認知症にかかられまして、そしておばあ様が奥様ですけれども、ご主人の面倒を見ながらですね、もう80を超えてられたんですけれども、非常に、身の回りの世話をずっとされてたんですね。私そのお姿を見まして、お身内の方おられないんですか？ご近所ですのでお声かけに行きましたら、いや実はですね、親戚もなく、子供もいないんです。そんなお話を聞いてましたので、私気になりましてね、何かお手伝いすることがあったらお声掛けくださいね。そんなことを言ってたんですけれども、おばあ様はですね、いや、おじいちゃんには、自分は非常によく結婚してから幸せにしてもらったので、少しでもおじいちゃんを最後まで私が一人でできる範囲で、やりたいんでありがとうございます。そんなことをおっしゃってたんですね。そしてそれから数年が経ってから、このおじい様がお亡くなりになられまして、そして私も葬儀に参列させていただいたら、おばあ様が大変ショックを受けてられましてね、今までずっと長年寄り添ったおじいちゃんが亡くなって、そして最後は認知症にかかられて自分が世話をしたけれども、でももっとこうしてあげればよかった、もっとああしてあげればよかった。なんかこう亡くなられると後悔のようなものが残りますね。で、それでおばあ様がいつもおじいちゃん、そういうふうにおっしゃってたんです。そして葬儀が終わってからも私は、家が近かったので何度か、行きまして、おばあちゃんの様子を見に行ってたんですね。そうしますとおばあさんが私にこうおっしゃるんです。もう早く仏様に迎えに来ていただけるように、できれば私の寿命はもう明日か明後日で終わるように、そういう思いで手を合わせてもらえませんか。そんなことを私におっしゃるんですね。いや、おばあちゃんそんなこと言わずに頑張って元気に生きてよ。私はそんな風にして励ましてたんですけれども、おばあさんはもう寂しい。おじいちゃんがいなくなったし、もう自分が何かやることもないから、どうか命が短く終わりますように。そんな思いでおじいちゃんのお仏壇に手を合わせてられたりしたんですね。私もなかなかかける言葉はなかったんですけれども、いろんなところにちょっと一緒に遊びに行きましょうとか、当時お寺もあまり忙しくなかったんでですね、お寺で一緒にお茶しましょうよと誘い出そうとするんですけれども、このおばあちゃん、いやもう私なんかもういいんです。もう早く亡くなった方がいいんです。しきりにそうおっしゃってたんですね。そしてそれからしばらくしますと、なんとですね、もうお食事もほとんど取られなくなってきて、もう食べてられるのがですね、もう本当に食パンの白い部分、そして飲み物はもうポカリスエットですね。あれを飲んでられて、でそれだけでもうもしできればこのまま餓死したらそれで私はいいんですなんてことをずっとおっしゃってて、いやそんなこと言わずに頑張ってくださいって言って少し食事を持って行ったりしたんですけれども、本当に食欲がないんです。そうおっしゃってたんですね。そして私も心配だなと思ってたんですけれども、それから数ヶ月が過ぎて、私もちょっとバタバタしてて、このおばあさんの家に行くことがなかったんで、そういえばおばあちゃん元気かなと思って、私また覗きに行ったんですね。そうしますと、このおばあちゃんがですね、以前と比べて随分と元気になってくださってたんです。よかったおばあちゃん。ご飯も食べてるのって聞くと、最近はちょっとご飯食べるようにしてる。
そうおっしゃるんですね。そして、おじいさんが、いなくなられて、寂しい気持ちが少し何かで紛れたのかなと思って、おばあちゃん何かあったの？そう聞きますとね、こんなことをおっしゃったんです。いやー、実はね、タンスの上にあるお人形さんが、ある時カタカタカタって言って落ちてきたの。そうおっしゃるんですね。そして見せていただいたら、このちょっと陶器でできたようなお人形さんなんですけれども、よく私のお寺にもあったんですけど、まんじゅう割り人形という人形がありまして、でこのお人形さんをおじいちゃんが、生前ですね、ある方からいただかれて、置いてられたんですけれども、この人形が勝手に動くっていうんですね。おばあちゃんが寝ててね、もう私はどうか、もう明日にでもお迎えが来ますようにって言って、お布団の中で手を合わせてると、カタ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 って言って、そのお人形さんがポトッと落ちた。そしてそのお人形さんをまた棚の上に戻して、寝ながら布団の中で、どうか私の命が短くてっていうふうにお願いしてると、カタカタカタとまた動いてポトッと落ちるそうなんです。もちろんこのお人形さんは動くわけがないんですけれども、何度か落ちてきた。そして棚に戻した時におばあちゃんちょっと思い出したそうなんです。そうだ。そういえば認知症にかかったおじいさんがこのお人形を見ながらですね、お人形さんによくいろんなことを話してたな。おじいちゃんがある時このお人形さんを見ながらですね、元気か？ご飯食べてるか？そういうふうにしてこのお人形さんに話しかけるそうなんです。もちろん認知症になっておられたので、お人形さんに対してなんか人のように思えたんでしょうね。そしてお人形さんに、ちゃんとしっかり食べないかんよ。元気出して。なんか辛いことがあったのかもしれんけども、やっぱり人間は元気出して生きなあかんよ。ご飯もしっかり食べて、元気に、もう自分の命が尽きるまで頑張りなさいよ。お人形さんに向かってそう声をかけてたのを思い出されたそうなんです。これを思い出した瞬間ですね、おばあちゃんは、そうか。あの時認知症になったおじいさんはもしかすると自分がいなくなった後、元気を落として食欲がなくなったおばあちゃんを思ってですね、そのお人形さんに向かって言ってたことというのは、自分がいなくなった後、おばあちゃんに対してかけた言葉ではないかな。そう思えたそうなんです。それを思い出してほしくて、おじいさんがそのお人形さんを動かしたんじゃないかな。そう思った。それ以来ですね、おじいちゃん頑張るよ。やっぱりちゃんとご飯を食べるよ。そしておじいちゃんの分まで長生きして、そしておじいちゃんとまた会おうねという気持ちに切り替わったんです。そんな風なお話をしてくださったんですね。その数年後、おばあ様は眠るように、お亡くなりになられました。そしてお亡くなりになられる少し前にですね、もしよかったら自分が死んだ後に、このお人形さんの供養だけお願いしますねって言ってられまして、そのお人形さん、今も蓮久寺にまだ置かしていただいてるんですね。私ね、このお人形さんいただいてすぐにお焚き上げしよう。そういうふうに思ったんですけれども、陶器でできてるので、割って火にくべるというふうなやり方で、お焚き上げするんですけれども、まだしばらくなんとなく持っていたいなと思って、まだお寺に置いてるんですけれども、でも最近ですね、私のもとにお手紙であるだとか、いろいろな形でですね、もう自ら命を絶ちたいっていうお手紙本当にたくさんいただくんです。不思議なぐらい最近多いんですね。私の YouTube が、ちょっと見ていただく方が増えた影響もあるんでしょうけれども、自ら命を絶ちたいんです。その前に、ミキさんと一言だけ喋って、それで最後にして、この世を去りたいというふうなお手紙いただいたりするんですが、これなかなか私、もう返信する時間もなくってですね、ただただその、おはがきなりお手紙のところで手を合わすことしかできないんですけれども、私こう思うんです。これ人類大会議のチャンネルでもお話してるんですけれども、やはり私たちは自ら命を絶つっていうことは、やはり私はやめていただきたい。なぜかと言いますと、私もこれも人類大会議のを見ていただいている方はちょっと被るかもしれませんけども、私今52歳なんですけれども、52年間お魚さんの命をいただいたり、鳥さん、
昔はお肉もいただいてましたんで、牛さん、いろんな命をいただいてますね。卵を食べることもあります。お米はもう毎日食べさせていただいてます。日々、毎日いろいろな命をいただいて、今この52年というものを、年まで迎えさせていただいてますね。私っていうのは、三木大雲の命っていうのは何かと言いますと、この52年間私のために命を捧げてくれた食物のおかげで今生きてるんです。ですから三木大雲というのは52年間私がいただいてきた命の塊なんですね。ですから日本人はいただきますっていう言葉を、よく言いますけれども、このいただきます。この言葉の中にはですね、その命に対する感謝、あるいは作ってくださった生産者の、方々にの感謝、あるいはお魚さんであればそのお魚さんを海に育ててくれたこの大海、海に対する感謝、空気に対する感謝、太陽や月の光、いろいろなものに私たちは感謝をするという意味でいただきますというふうにしていただくわけですけれども、もう一つ理由がありますね。いただきますというのは、そのいただいた命の責任を私は持って、これからあなたの命を輝かせるために生活していきます。すなわち何か、自分の欲のためだけに生きるんではなくって、いろんな人のため、あるいは自然のために、私はこの命を使います。ですから、あなたの命をここでいただきますという意味でいただきますという言葉が私はあるというふうに思ってます。ですので、自ら命を絶ちたい。そう思われる気持ちはよくよくわかります。私も何度もそういう思いをしてきましたし、もしかすると私たちのご先祖様の中にもですね、いやもう戦国期なんかは特にそうでしょうけれども、もう自分で命を絶ちたい。そう思いながらも頑張って今まで命をつないでくださったご先祖様もいらっしゃると思います。そして自分は孤独だな。もう孤独なのでこのまま命を絶ってしまおうと思われる方は決して孤独ではありません。なぜかと言いますと、その方が今まで食してきたこの魂も私の今生きている命になってるんですね。私のバッグには52年間食べてきて、命をいただいてきたこの魂がついてくださってるんです。ですから頑張って苦しいことがあってもどうか乗り越えてですね、自分の寿命を全うするまで頑張っていただけたら嬉しいなというふうに思います。ということで本日も怪談説法これで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。